こんにちは。東京ベジライフのなつきです。今日はヨガでは柔軟性を高めるよりも筋力を高めることが重要ということをいくつかのポーズを行いながら解説していきます。動画を見てくださっている方々から体が硬いけれどヨガはできますか？だったり、ヨガをすると体が柔らかくなりますか？という質問をよくいただきます。確かにヨガは体が柔らかい人が行っているストレッチ運動というイメージがありますが、では実際に体が柔らかいとはどういうことでしょうか？体が柔らかいというのは2つ種類があると思っていまして、まず1つは体がどれくらい開くかということです。代表的なものは少し前に流行った180度開脚などの股関節の開きで、そういったものは生まれつきよく開く人もいますし、小さい時からバレエなどをしているとよく開く人が多いです。そうではない普通の人が体の特定のパーツをもっと開くようにしたいと思ったら、日々少しずつ開いていくことが重要なので、そういう意味でヨガの練習は効果的だと思います。例えば私は今こうやって足を交差させて座っていますが、最初からこういう風に座れたわけではなくて、最初はこういったハーフから始めて、だんだんと少しずつ開くようにしていって、こういった形で座れるようになりました。あとは肩の開きですね。これもヨガの練習がすごく効果的で、こういった後ろで手を合わせるポーズも最初はここから始めて、だんだん少しずつ肩を開くように練習していくことで、しっかりと手が合わさるようになってきます。ただこういった体を開くという練習に関しても筋力というのはとても重要で、例えばスプリットを練習したいと思った時に、体が十分に開けば180度に開くことができますが、最初にこういった形で開けない場合は、ここから少しずつ深めていく練習が必要なので、ここの足の筋肉を使って支えないと、足が開きすぎてしまって股関節を痛める原因になります。180度開脚の練習も同じで、しっかりと太ももの筋肉を使って腰を支えてあげないと上半身を伸ばすことができません。足の筋肉が使えていなくて腰が支えられていないと、こういった形になって上半身を伸ばすこともできませんし、股関節を開くことも難しいです。なので体が柔らかいというのは、体の特定のパーツが開きやすいということだけではなくて、筋肉が伸びやすいということもあると思います。そしてその筋肉をきちんと伸ばしてポーズをより深めるためには筋力が必要不可欠です。これが体だとした時に、ここが腰で前屈をしていった時に、柔らかい人であればパタンと体を折りたたむことができますが、普通の体の硬い方であればこういった形になると思います。これが足の力をしっかりと入れることができれば、ここで支えられるので、より筋肉を伸ばすことができます。普通に体が柔らかくてパタンとなる人であっても、もっと筋肉を伸ばすことができます。これを立った前屈のポーズ、パダングスターサナでデモンストレーションしていきたいと思います。パダングスターサナはまず腰幅に足を開いて前屈していって、親指を掴んで前屈を深めていくポーズです。この時に足に力が入っていないと腰が後ろに逃げていって、もと体が柔らかい人であれば手を床につくことは簡単ですが、この状態だと体自体は何の効果も得られていません。これをしっかりと足を引き締めて筋力を使ってしっかりと下半身を支えてあげると、その分上半身を
より伸ばすことができます。もともと体が丸くなってしまって手が床につかない方は、こういったブロックを使って足をしっかりと引き締め、なるべく体が伸びるようにします。ブロックが家にない場合は、ヨガベルトやタオルなどを使って、こういった形で伸ばしてあげるといいと思います。この足を使って前屈を深めるっていう動作は、最初はなかなかわかりにくいので、壁を使って練習してみましょう。まず足を腰幅に開いて、壁に背をつけて立ちます。ここから足を一歩前に進ませて、お尻を壁につけていきましょう。そして手が床につく人は手を床につけて、手が床につかない人はブロックなどを使って、でここからゆっくりと足を壁の方に歩かせて、足が壁についたらしっかりと壁を押すように足の筋肉を引き締めて力を入れて前屈を深めていきます。この時に手がつかない人はブロックを使って大丈夫です。最初は足をうまく使えないのでとなってしまうと思いますが、足がしっかり使えるようになるとこの姿勢でキープできるようになってきます。それくらい下半身の筋力がついてきて、しっかりと体を支えるために使えるようになると、それだけ上半身も伸びるようになるので、前屈をより深められて柔軟性も高まってきます。なので体の柔軟性を高めたい、筋肉をより伸びるようにしたいと思ったら、無理やり筋肉を伸ばそうとするのではなくて、しっかりと筋力をつけて体を固定できるようにするということが重要です。では足の筋力をしっかりと使いながら立った前屈のポーズ、パダングスターサナを行っていきましょう。足を腰幅に開いたら吐く息で下に。掴める人は足の親指を掴んでしっかりと太ももの筋肉を引き締めて押すようにして、腰の位置がかかとから垂直の位置にあるようにしていきます。そして吸う息で背筋を伸ばして目線は少し前に、吐く息で肘を開くようにして前屈を深めていきます。首はリラックスして目線は鼻に。ここで吸う吐くを5呼吸繰り返していきます。5呼吸終わったら再び背筋をまっすぐに、目線は少し前に。吐く息で手のひらを足の裏に。再び肘を開くようにして吐く息で前屈を深めていきます。首はリラックスして目線は鼻に。5呼吸ホールドします。足の筋肉をしっかりと引き締めて、できるようであればさらに前屈を深めていきます。5呼吸ホールドしたら吸う息で背筋を伸ばして、吐く息で手を戻し元の位置に戻っていきます。手が床につかない人はタオルやヨガベルトを使って手が届く位置で前屈をしていきましょう。最初にスプリットと開脚の話をした時に、そういった股関節を広げていくっていう動きでも、毎日少しずつ開いていく中で筋力をしっかりと使って体を支えてあげるっていうことが重要っていう話をしたんですけれども、ヨガをより安全にしていくために筋力はとても重要です。それをデモンストレーションするためにトリコナサナ、三角形のポーズを行っていきたいと思います。三角形のポーズはまず足を開いて、右側の足を90度に、左側の足は少し入れて60度くらいにしていきます。
この時に前のかかとと後ろのかかとが一直線上にあるようにしたいので、最初はこのヨガのマットの線を使って練習してみましょう。かかとがマットの線上にあるようにして、右を90度に、左を少し入れて60度程度にしていきます。この時に腰が中に入ってしまわないように、しっかりと前を向くようにします。そしてここで太ももの筋肉をしっかりと引き締めてあげることが重要です。しっかりと引き締めてあげないと、膝が沈んでしまって膝の裏を痛める原因になります。両手を伸ばして、いけるところまで右の方に体を伸ばしていって、もうこれ以上いけないというところまでいったら、手を下に持っていきます。この時に手が下につかない場合は、ブロックなどを使っていきますが、ブロックに寄りかかったりしないように、あくまでもバランスを取るためだけに使っていきます。ブロックが必要ない方は、親指を指で掴んでいきます。そして上半身が前に入りがちなので、しっかりと胸を開いて、手を上に、目線も上に持っていきます。この時も足の筋肉はしっかりと引き締めたまま行っていきます。足の筋肉がしっかりと使えていないと、腰が逃げてしまって、こういった状態になってしまいます。しっかりと足で支えて胸を開くようにします。もう一回通してトリコナサナを行っていきます。足を開いて、右足を90度、左足を60度に、腰をまっすぐ前にして腕を広げたら、吐く息で伸ばしていって親指をつかみます。吸う息で胸を開いて目線を上に。ここで吐く吸うを5呼吸繰り返します。5呼吸終わったら吸う息で元に戻り、今度は左足を90度に、右足を60度にして、吐く息で親指を掴んでいきます。吸う息で目線を上に、5呼吸ホールドします。5呼吸終わったら吸う息で元に戻っていきます。今日はあと最後にパリブリッタトリコナーサナ、逆三角形のポーズをやって終わりにしていきたいと思います。パリブリッタトリコナーサナは、トリコナーサナと同じように足を開いて、右足を90度、左足を60度に、ここから前足側にしっかりと腰を向けていきます。左手をゆっくりと前足の外側に持っていきます。外側に持っていくのが難しい場合は、内側に手を置くか、ブロックを使って外側に手を置いていきます。そしてしっかりと体を
ねじるようにして胸を開いて右手を上げて目線も上に持っていきます。この時にトリコナサナと同じで足をしっかり使わないとお尻が逃げてしまうので、しっかりとお尻を中に入れて足と一直線上になるようにします。そして手を上に通しで行っていきます。パリブリッタトリコナーサナはトリコナーサナを行った後にやっていくので、トリコナーサナの左側が終わったら右を90度、左を60度にして、ここから腰を前足側に向けていって体をねじるようにして左手を右足の外側に、しっかりと足を使いながら腰を中に入れて右手を上に、目線も上に、ここで5呼吸ホールドします。5呼吸ホールドしたら吸う息で上に、右足を60度、左足を90度、左足側に腰を向けていって体をねじるようにして右手を左足の外側に、左手を上に、目線も上に、5呼吸ホールドしたら吸う息で元に戻ります。いかがだったでしょうか。今日はパダングスターサナ、トリコナサナ、パリブリッタトリコナサナの3つのポーズを行いながらヨガをする時の筋力の重要性について解説しました。ヨガを日々練習していれば体が開きやすくなったり、筋肉が伸びやすくなったり、体が柔らかくなってきますが、それには怪我を予防するためにも筋力をつけることが必要不可欠です。なのでしっかりと筋力がついてポーズが深められるようになってくると、自然と柔軟性を増してくると考えた方がいいかもしれません。そんな筋力、特に下半身の太ももの筋力をつけるために、太陽礼拝 A を5回、太陽礼拝 B を3回、そして今日行ったパダングスターサナ、トリコナーサナ、パリブリッタトリコナーサナの順で行い、最後に前回のショルダースタンドとヘッドスタンドをするという練習をなるべく毎日行ってみてください。練習していく中でわからないことがあれば下のコメント欄で聞いてください。それでは次回のレゾリューションヨガ2020でまたお会いしましょう。See you next time!